ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説。南部戦線において、ロシア軍がヘルソン州、ドニプロ川の西岸地域から撤退するかもしれない、そのような兆候が強く現れているので、今回はそのことについて解説していこうと思います。以前から何度となく、この戦線については解説を行ってきましたが、ドニプロ川の西岸地域というのは、ウクライナ軍が橋を攻撃することによって、補給や新たな増援を行うのになかなか難しい場所でした。ですからロシアにとっては軍事的には保有し続ければ保有するほど不利な条件下で戦いますから、より大きな被害を受ける場所になっていました。そのためウクライナ軍が取り戻すだろうというのが私の見立てでした。ところがここ最近ではそうした状況とはまた別の話として、ロシア軍が自らこの地域から撤退するかもしれない、そのような兆候が現れているのです。そのことをまずは場所の確認から始めて解説を行っていきましょう。こちらは戦争研究所の発表している地図で、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です。今回の主題は南部戦線ヘルソン州における戦いです。ウクライナ軍が取り戻すだろうというのが私の見立てなわけですが、ここに来てロシア軍は整然と命令に従う形で撤退のための準備を進めているのではないか、そのような状況証拠が増えてきています。例えばこちらはロシア軍が自ら橋を破壊したとされる写真です。橋は補給路にもなりますから、ウクライナ軍も積極的に攻撃していますが、この場合ウクライナ軍が攻撃して橋が落ちたのではなく、ロシア軍が自ら破壊したというのは、ロシア軍の方が撤退を前提にしてウクライナ軍の前進を阻むために自ら橋を破壊した可能性が非常に高いのです。むしろそうでなければ、わざわざ自分たちにとってもまだ占領している地域の橋を落とす理由というのがありません。また、ドニプロ川の西岸にはヘルソン州の州都ヘルソン市があるわけですが、市内の主だった公共施設に掲げられていたロシアの国旗が取り外されています。もちろんこれもウクライナ軍がまだここに到達していないわけですから、これらの旗を外すのはロシア軍自身です。このように旗をわざわざ自分たちから撤去したというのは、もしもここまでウクライナ軍が来た時に奪還した象徴としてロシアの国旗が投げ捨てられ、ウクライナの旗が高々と掲げられるその光景が動画として撮影されるのをロシア側が防止するための措置だと考えられます。また、ドニプロ川西岸のまだ戦火の及んでいない地域において、ロシア軍の検問所にロシア軍の姿がなくなったという動画なども投稿されています。そしてこれは以前にもすでに紹介したのですが、ロシア軍がドニプロ川の西岸地域ではなく東岸に新たな防衛線を築いているといったことも思い出してみてください。丸1、丸2、丸3の3つのライン上にロシア軍は検問所や塹壕陣地、そして物資の集積所など様々な軍事拠点を築いています。戦争研究所はかねてからドニプロ川西岸地域からロシア軍は撤退する兆候があると分析結果を報告しています。今回ご紹介した情報というのもそうした意味では、いずれは自ら撤退するかもしれないなと思わせるには十分な証拠の一つだと言えます。まだ前線でウクライナ軍と対面している部隊があるにもかかわらず、その撤退経路の橋を自ら破壊してしまうというのは、ウクライナ軍が一気に前線を突破して領土を奪還してくる、その動きを抑えるための方策だと言えます。しかも悪いことに、こうした計画された撤退というのは、ウクライナ軍にとっても非常に厄介な問題があります。それは、ロシア軍は大量の地雷を設置しているのです。これもまた、ロシア軍の人命軽視の際立った作戦なのですが、ロシア軍の陣地その後ろにも地雷原があります。これは逃げた兵士を特戦隊が見張る必要のないように、逃げる兵士は地雷原を突破してみせろというわけです。以前の動画でロシア軍同士の撃ち合いによって亡くなる兵士も多いという話をしましたが、こうした特戦隊をつけるのがめんどくさかった時には、陣地の後ろにロシア軍が地雷を設置するというのも前線の部隊が逃げ出さないための手段なのです。それはそれとしてウクライナ軍が前線を突破した時にも移動経路が狭められ、地雷原が至るところにあるというのであれば、なかなか領土奪還は進むわけではありません。ですから、ハルキウ州における電撃的な領土奪還に比べると、ヘルソン州における領土奪還というのは非常にゆっくりとしか進めない状況になっています。ただし、そのような状況であろうとも、とにかくヘルソンを奪い返すことができれば、これは政治的には
プーチン大統領の方により大きな政治的なダメージが発生します。ロシア軍の侵略がうまくいっていないことを象徴する出来事となるからです。また、ドニプロ川の先へ進むのはなかなか難しくはなるわけですが、それは別にウクライナ軍にとっては別の場所へ戦車や装甲車といった兵力を一気に動かすためのきっかけとなるでしょう。こういった戦いにおいては戦線が非常に長いので、どこに大きな部隊がやってきて攻勢をかけるかというのは守る方の方が非常に負担がかかります。ハルキウ州に再び大攻勢がかかるのか、それともザポリージャ州に北から南へと進軍するような大攻勢がかかるのか、どっちなんだろうかと思わせるだけでも、ロシア軍の方は兵力を様々なところに置かなければなりません。しかもこれから季節は秋から冬へと変わってくるわけで、そのような季節の移り変わりの時には大攻勢がかけにくいわけですが、冬になれば冬になったで今度は大地が凍てつく状態となり、ぬかるんで移動経路に使えなくなった田園地帯も戦車が駆け回ることができるようになります。そういった意味では今のタイミングでヘルソン市を取り戻すことができて、冬に突入するまでの間に戦車部隊をどこかへと集結させることができれば、また冬には冬で大攻勢が可能になるというわけです。というわけで、ロシア軍が撤退するなら撤退するで、さっさとしてほしいものですし、撤退の準備が整わないうちに、ウクライナ軍がうまく攻勢を仕掛けて前線を突破してくれるというのもちょっと期待してしまいます。何にしてもウクライナ軍が戦場における主導権を握っているのは確かであり、ウクライナ軍の領土奪還はまだ続くことでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。